春の AI&ML チャンネルにようこそ。ここでは人工知能や機械学習に関する話題を発信しております。AI はたくさんのコンピューターを動かして、とにかくたくさんの時間をかければ、どんどん賢くなっていくのでしょうか。残念ながら多くの場合それは不十分です。過学習、あるいは過適合と呼ばれる問題があります。機械学習は AI が学習を行うためのデータセットを用意する必要があります。過学習過適合というのは、この学習用のデータセットに対してはうまく対応できているが、未知のデータに対しては対応できていない状態のことを指します。例えばですね、大学入試では過去の入試問題を使って勉強するということがあると思います。仮に過去の入試問題の答えを丸暗記した人がいるとしましょう。そしてその人はその過去問の答え以外何も勉強していないとします。さて、この人は今年の入試があるでしょうかというと、落ちるでしょうね。これは当然で、なぜならば今年の入試では過去問とは違う問題が出てくるからですね。この人のような状態のことを過適合と呼びます。学習用のデータ、つまり過去の入試問題の答えは全て分かっているけれども、未知のデータ、今年の問題は対応できない。そんなアホなやついないよと思われるかもしれませんが、機械学習ではですね、実は気をつけないとまさにこのようなことになってしまいます。さて、過適合を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。最も一般的な方法は、検証データを用意することです。データセットを2つのグループに分けて、1つを学習のため、もう1つを検証用のデータとします。そして学習用のデータで訓練をしながらも、時折検証用のデータで性能を評価して確認をする。もし学習を進めているにもかかわらず、検証用データでの性能が悪くなっているのであれば、それは過適合が起こっている可能性が指摘できるでしょう。逆に検証用データでも性能が向上しているということであれば、過適合している可能性は低いでしょう。これ以外にも過適合を防ぐための方法はありますね。たくさんあるんですけれども、簡単にいくつか紹介しますと、例えば生息化。生息化という手法は AI の判断基準が複雑になりすぎないように調整するという手法です。多くの場合、過適合した AI というのはとても複雑な判断基準を獲得してしまっているので、それを防ぐための手法となります。もう一つ紹介すると、データ拡張という面白い手法がありますね。これはデータに対して意図的にノイズや上乱を加えたりするという手法です。例えば画像に映っているのが猫なのか犬なのかを分類するタスクを考えましょう。猫ちゃんの画像にちょっとノイズが乗っていたりとか、あるいは左右を反転させていたり、画像の大きさをちょっと変えたとしても、同じように猫ちゃんだと判断してほしいですよね。このようにデータに対して加工を与えながら学習を行うことで、より過適合しにくくなるということが知られています。過適合を防ぐための手法はこれ以外にもたくさんあります。しかしながら、これらの手法を駆使しても過適合というのは完全に防げるものではないです。そもそも過適合というのは、理論的には絶対に完璧に避けるということはできない現象なので。ですので、どれだけたくさんの時間をかけてもデータ数を増やさなければ無限に賢くなっていくということは考えにくいということでした。さて、最後に少し用語について補足させてください。過学習はオーバーフィッティングという言葉を和訳した用語なのですけれども、個人的な意見としてはこれは非常に誤解を招きやすい翻訳で、誤訳に近いぐらいじゃないかなと思っております。過適合というのは学習データに適合しすぎているということが問題なのであって、学習に時間をかけすぎていることが問題ではないんですよね。学習時間が長くても過適合しないことはありますし、逆に短くても過適合することはよくあります。機械学習を踏み込んで理解したい方は、過学習ではなく過適合というように用語を覚えた方が良いんじゃないかなと思います。ご清聴ありがとうございました。コメントご意見などありましたら、お気軽にご連絡ください。